皆さんこんにちは。ベルトミター高井宏樹です。今回のこの動画では、エリック・クラプトンのブルース・ブレイカーズ時代のステッピング・アウトというインストルメンタルの曲を解説してみたいと思います。以前の僕の動画では全編を一気に解説してたことが多いんですけども、でも今回の動画ではイントロとワンコーラス目の解説を詳細にしてみたいと思います。ではやっていきましょう。僕はですね、普段国立駅と立川駅の中間あたりのここのスタジオでギター教室を運営しております。オンラインレッスンも全国の方対応でやっていますので、興味のある方は概要欄からリンクを貼っていきますので、ホームページをご覧ください。そしてですね、登録者数の方が1000人を超えました。これはもう本当に皆さんのおかげで、僕も最初の動画とか見るとボソボソ話してて、今でも話は下手くそなんですけども、よく見ていただけたと思います。これからも皆さんの役に立つように動画をアップロードしていきますので、よろしくお願いします。そしてですね、できればコメント欄の方でどういう動画をアップロードしてほしいとか、そういう希望がある方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。僕のできる限り努力して答えていくようにしますので、どうぞよろしくお願いします。では、解説していきましょう。このステッピングアウトですね。この曲、多分エリック・クラプトンはマーシャルアンプと、僕の想像ですけども、ちょっとちゃんと調べたわけじゃないんですけども、マーシャルアンプとギブソン系のハンバッカーのギターを使って弾いてるように聞こえますね。トーンからして。335かレスポールか、もしくは SG ですかね。ブルース・ブレイカーズ時代にどういうギター使ってたのかってちょっと調べるの忘れたんですけども、サウンドからして、このビブラートかけると、音とかの太さとか、そういうのが、フィードバック気味っていうのもありますけども、ストラットで弾いてるとか、テレキャスで弾いてるっていう感じに聞こえないですよね。それでですね、キーは G ですね。で、いきなりですね、ドミナントの5度の D7 にチェンジしてる感じです。ですからメロディーが、ここは G ですね。今度が、もういきなり G に飛ぶんですね。こうなりますね。で、また。で、この次から、ブルース進行です。通常の。今回ここのワンコーラス目までのソロを解説してみたいと思います。それでですね、フレーズ自体は g マイナーペンタトニック、ここのポジションですね。ここで弾いてると思ってもらって、ここのルートの音から開放弦絡めて、実際ね、この5フレットでもこうやって弾けるんですけども、僕は開放弦絡めた方がちょっと感じっていうか、こうパーカッシブな感じが出て感じが良かったので、こっちを採用してますね。でスライドダウンしてますね。こっちちょっと少しだけここタイトにするためにここミュートした方が感じが出ると思います。こうですね。この G7 のとこ。あ、D7 ですよ。
こうですね。もう同じ形で、この D から始めて、また今度 G。このフレーズ、繰り返してるわけです。次はですね、ここを結構ビブラート大きめに激しくかけてる感じです。この後がですね、この3弦の12フレットから、またこの今ビブラートかけた3弦の7フレットまだスライドダウンします。こう一気に激しく。で、フラット5のブルーノートですね。で、フラットサード。ここちょっとクラプトンの手癖のこのクォーターベンドしてますね。こうですね。ニュアンスはクラプトンのプレイ聞いてもらった方がいいと思いますけど、ゆっくりやるとこんな感じです。このブルーノートを使ってちょっと微妙なかっこいい感じですよね。で、次がですね、チョッピングしながらこの3弦の12フレット。ここは僕のちょっと音量ではああいう感じにならないですけども、本人は多分もう大音量で一番いいところでアンプをドライブさせて、もうフィードバックギリギリのところでやってると思います。かなり大きいビブラートかけてます。クラプトンもブルース・ブレイカーズ時代21とかそういう年だってめちゃめちゃ若い時ですよね。だからもう気持ちも激しいと思いますし、こうですね。ここはここの G の音、5弦の10フレットの G のマイナーペンタトニック、このポジションがここがマイナーソードになるところですよね。ここで弾いてます。ここルート弾いてからここクォーターベンドしますよね。ちょっとこうフレディキングじゃない、アルバート・キング的なフレーズとも言えますけども、そういう感じですよね。で、次のフレーズがここのポジションでやってるの。これ薬指にこれマイナーペンタトニックの最初の G の音を置き換えてもらって、ここにマイナーペンタトニックポジションがあります。ここにルートがあるんですよね。前回見た方はわかると思うんですが、BB キングの BB ボックスのここにルートが来るポジションがありますよね。さっきのこのマイナーサード、ここになります。で、ここまでマイナーペンタトニック弾いといたら、ここでメジャーっぽくメジャーペンタトニックの BB ボックスみたいなポジションを弾いてます。10フレットですね。こういうリズミックに弾いてます。ここはね。それでですね、ここスライドダウンでこうやって弾いてもいいんですけど、僕ニュアンス的にはこうやって直ベンドしといて下げてる感じが。だからベンドダウンですね。これはですね、一音チョーキング、ここの D の音まで上げといて、この人差し指の3弦3フレットまでプリンクオフする感じです。で、またスライドでこれ2回弾いて1クラス目が終わりっていう感じです。ちょっと詰まった感じで弾いてるんでニュアンスが分かりにくいんですけども、こうやって弾くの、まあこれもフレーズの中で自分で取り入れていろんなフレーズに使えると思うんで、
これは使い道があると思います。全体をちょっとゆっくり弾いてみますね。こういう感じですね。ゆっくりやるとこういう感じです。ちょっと最初のフレーズとかニュアンス間違ってるかもわからないですけど、今回の説明はこんな感じですね。次回はこの曲何回ぐらいに分かれるかわからないですけども、まあ区切りのいいところでワンコーラスでもいいんで、ソロを詳細にゆっくり解説することができたら、皆さんもちょっと見やすい動画になると思いますので、ちょっとその方法をしばらくやってみたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。今回のこの動画どうだったでしょうか。今回の動画が、皆さんの役に立ちましたら、高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。